皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正幸が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いしまはい、よす。ろしくお願いします。はい、お今回願いします。ちょっと臨時に、はい、撮ることになってというか、公開することになったんですが、はい、以前、ちょっと前に、はい、ウクライナ問題と、それと、うん、青錦のことについて、はい、いろいろもう本当にウクライナの現場の状況、戦争の状態と、それと、青錦を応援しているウクライナの人々、はい、のことを解説してくださった大和大学の佐々木正明教授はい、に出ていはい、ただいた、3回連続で出ていただいたんですが、そのはい、直後に青錦が優勝しちゃいまして、これもまはい、たすごい優勝だったんですけどね、豊昇龍相手に。だからそこで、これはウクライナの現場はどうなってるんだろうということと、これから果たしてウクライナの戦争と平和についてはどうなるんだろうということで、佐々木正明さんにまた、緊急で出ていただくことになりました。はい、佐々木さん、こんにちは。よろしはい。よく。ろしくお願いしまご無沙汰しております。す。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当緊急でよろしく、ありがとうございました。どうも出ていたはい。だいて。どうでした青錦の優勝のシーンはもちろん見られましたですよね。はい。私はですね、もう13日目ぐらいからですね、はい。ウクライナの関係者、ずーっとはい。やり取りをしながら、ああ、そうチェッですか。クデートで、はい、この固唾を飲んで私も見ていたという感じですかね。はい。どうですやっか見らぱり、れた感想は。はい。まずですね、え私自身が感動してしまっえ。て、はい。やっぱり彼の置かれた現状ということを考えると奇跡でしかないですね。よくあここまで日本のこの相撲道を極めたと。あ。はい。しかも横綱を破っての優そう勝ですですね。から、これはですね、もう実力者、そして今年のですね、大相撲を盛り上げた、まはい。さに、第一の力士だったと思います。いや、もう本当に大相撲そのものを盛り上げた第一の力士が、ウはい。クライナ出身の青錦関であったということはそうなんです。もう間違いなく言えると思いますね。それに優勝決定戦で、豊昇龍関が頭からガツンとぶつかってきたのに、合わせてガツンとぶつかって負けなかったっていうのは、これ、すごい相撲でしたね。はい。私ね、現地に行った時に、はい。現地というのは、ウクライナ ウクライナの、B に行はい。ったところはい。が、青錦関のふるさとなんですね。はい。で、ダニーロ薬物出身と言いまして、本ダ名が。ニーロ、はい、はい。本名なんですね。はい。ダニーロとの愛称でダーニャって言うんですよ。はい。で、首相のワージャさんという方から話を聞いたんですけども、はい。まさに当たった時にですね、あれがビーニッツァの相撲だと。あビーニッツァのあ。相撲は低く当たるんだといあうことを常にあ。言ってたんですね。あであ。レスリングのような取り口だという言い方もありますが、はい。アーチャさんの教えを守ったし、もちろん、日本に来て安治川部屋のですね、試合はい。巧者の当たり方、その後うん。の試合の運び方を学んだんでしょう。なるほど。一瞬に全て詰まっていたなというふうにも感じしましなるほどね。ビーニッツァっていうのは、青錦関の出身の、ウクライナの出身の地域ですよね。場所た。ってはい。言いますか。ですよ。はい。えキーウから150キロ、はい。南西部にありまはい。すね。ウクライナでいうと中西部にあるんですけども、はい。だいたい40万人ぐらいの中都市でして、そのう地域の、ん。まあ、一番大きな町です。はい。で、錦月はそこで育っていったんですけども、ウクライナで相撲が始まるきっかけとなったのが、はい。1990年に、どうやらバルトだったか、ポーランドからその相撲っていうのが入ってきて、あそれであ熱心にー。広めたのが、そのビーンニッツァのワージャさんだったんです。
うおー、ん。ウクライナで相撲人口を大きく広げた立役者であるのが、青ええ。錦関の師匠です。それが若いでああ。すね。それが、そう、ビーニッツァの青錦のが若かった時の育ての親とでも言いますか。そういうそうです。育て方ですか。の親です。まさにあ育ての親です。あ、ああ、あそうですか。青錦関の小さな頃からですね、はい。で自分の息子のように、接しておられましたし、は年の近いですね、また力士がいるんですけども、い。この実はワージャさんといって、ワージャジュニアさんなんですけども、はい。この二人がですね、ずーっとビンニッツァで、この相撲というものを盛り上げていった。なるほで、ど。ビンニッツァにですね、アマチュア相撲の結構、ウクライナ代表力士がいるんですね。で、はい。と共に言います。それはワージャさんが自分でね、資料を集めて相撲道を学んだそうなんです。ええ。練習の仕方もビデオを見て、もしくはい。は日本人から聞いてですね、はい。尻尾の踏み方とか、もしくはどうやって強くなるのか、それを熱心に勉強して教えたのがワージャさん、教わおー。ったのがこの青錦関の相撲なんですね。なるほどね。この前、佐々木さんに、この、スポーツジャーナリズムの YouTube に出ていただいたときに、その、ビーニッツァの子供たちというか、まあ、青年たちが、1、2、3、4と言って、日本語ではい。掛け声を出しながら、準備体操をしていたのに、私たちも感激したんですけれども、はい。やっぱりそういうのも全部こう取り入れて、ビーニッツァで、青錦関が若い時に育ったと。いうことが基本になってるわけですね。はい、そうです。これはですね、日本語で練習されていました。例えば、なる。取り組みを行うような稽古の練習でもですね、はい。東の勝ちとかね、あはっけよいってあ、言ったりとか、あ四股を踏あ、むときも、1、2、3、4って日本語を言ってましたし、あるはい、程度のルールはですね、日本語で伝えていはい。ますね。寄り切りとか、あ、そうですね、投げみたいなことも言っていたように思いますけども、なるほど。上手投げ、下手投げというのもはい。言ったと思います。そういうところで育った大錦関が日本に来て、安治川部屋に入られました。その前に、まあ、はい。関西大学ので、アマチュア時代といいますか、師匠の方、もうまた日本の育ての親の方がおられて、はい。そこで育った上で安治川部屋に来たと。それはい。で、優勝決定戦の豊昇龍戦の前に、大関の琴櫻に勝ちましたよね。内はい。無双で勝ちましたよね。そうですね。ああいうなのはもうとにかく現役時代の安美錦関のなんかお手の物というか技術というかそれがそのまま伝わったような気がするんですが、やっぱりそう、いい部屋に入られた、いい師匠になんとか疲れたという感じがしてますが、その辺佐々木さんはどう思われますか？はい。これもね、まさに奇跡だと思います。あ最も、青錦関が教わるべき首相に出会ったと。あ、であ産経新聞の宝田正史さんという私の後輩の記者が、あ、はい。安治川や親方に聞いたそうです。ああ、そうですか。最初会った時にですね、直ええ。感したっていうんですね。そほう。して惚れたっていうことを言っていました。つまあり、あ、安治川親方も、青錦関の真摯な相撲道を極めたいという目にですね、惚れたといはい。うことを言ったそうです。そしああ、て、引き入れたということを言っていました。あ、で、実はですね、この日本に来ることに関しても、はい。エピソードがあります。はい。はい。2019年にですね、実は堺市の、で、アマチュア相撲の、大会が開かれたんです。で、ウクライナ代表として、青錦関が当時確か15歳で来たんだと思います。それはアマチュア相撲の国際試合と国際いう、試合です。はい。はい、はい、はい。それで、15歳で来た時に、銅メダルだったかメダルを取ったと思うんですけども、はい。その時にですね、山中さんが出会ったんですね。それは関西大とっては、は学の、い、関はい、大首相部、はい、関大相撲部の首相、山中はい。新ちょっとちなみに言いますけど、青錦関の名前、青錦新は、新た、はい、新たから取っておりますはい、ね。で、山中さんがその時見た光景というのがあるんですね。負けた相手にですね、青はい。錦が寄っていって、なんか慰めていた、話しかけていおー、るということなんです。おー、で、これも私、現地に、ビンニッツァに行って分かったんですけども、はい。これもね、恩師がね、常々言っていたそうです。つまり、おー、
敗者に対してリスペクトをしなさいと。はいはいはい。勝って兜の尾を締めようっていうことうわざはん。ちょっと言ったかどうかわかりませんけどはいも、はい。常にですね、相撲道というのは、う相手に対ん。して、リスペクトをしなさいといううん。ことを言っていたそうです。なるそれで山ほど。中さんがそれに気づいてですね、はい。話しかけると、その山中さんと、実は青錦関の、交流が始まった。うそして山中ん。さんのお父さんがですね、それを見ていて、話しかはい。けてこう言って言ったエピソードも山中さんからお聞きしました。ああ、そうですか。そうなんですよ。山中さんのおああ、父さんもですね、人物でして、なかなか、はい。はい、なかなかの人物でしてはい。ですね。そして、2022年2月はい。にウクライナ侵攻があったときに、はい。ロシアのですね。ロシアの、はい。はい、ロシアのウクライナ侵攻があったときに、実は18歳で国外に出れなくなる戒厳令が敷かれたんですね。やっはい。ぱり18歳以上は兵役ということで予備役にもつかなきゃいけないというこはい。とで、17歳まで海外に出れるというような法律が出されたんです。ああ、直錦関はすぐにですね、17歳、あと数ヶ月で18歳になる年だったんです。ああ、なるほですぐ山ど。中さんに電話をして、日本にはい。行きたいと。で、それをね、認めたのが山中さんのご両親なんですね。ああ、で、すぐに日本にやってきて、その交流が始まって、うん。山中さんのご自宅でご飯をたくさん食べて、うん。最初会った頃はすごく痩せてたそう、今140キロありますけども、はい。もう何十キロも太ったって言ってましたから、はい。これからどんどん力をつけていったと。うん。で、これはね、すごい、いろんな奇跡が重なって、今回の優勝がありますし、はい。向上、大関の伝達式、昇格伝はい。達式があった向上につながったんだというふうに思っています。あの工場もなんか見事な工場で、要はい。するに今流行りの四字熟語は、要するに自分でわかる言葉で自分の言葉で言いたいと。でまたおまけにその味川親方がですね、自分で考えなさいって言ったらしいですね。かなり青錦関がビビったらしいですけれども、その辺がなんかすごくうまく回転して、その青錦関という一つのなんか力士としての人格っていうんですかね。それが出来上がったような気がしますね。はい。青錦関というのは、もちろえん相撲道に関しての達人でもあるんです。はい。で、めきめきと力をつけていますね。はい。しかしね、彼はね、語学の天才なんですよ。おー。はい。ウィーンに行ったというのはですね、はい。第一言語をロシア語で話す方が多いんです。はい。はい。それで、お父さんの世代、もしくうん。は、多くの方々がロシア語で今も話されています。とはい。ころが2014年、そうですね、青錦関が今21歳ですから、2004年、7歳の時にですね、はい。まず2021ですか、4歳、10歳の時にですね、はい。マイダン革命というのが起こりまして、ああ、はい。で、はい、ウクライナの政権が変わって、川田、はウクい。ライナ語の徹底がなされたんです。うん。で、そして、青錦関はウクライナ語もとても得意になります。はい。で、彼は日本に来て、日本語もですね、めちゃくちゃ上手くなったんです。いや、本当にその通りで、インタビューを受ける姿なんか見てみましても、きちんとはい。喋ってますよね。はそうい。なんです。で、そはい。の山中さんもね、驚くぐらいの、形でして、ええ。最初はですね、山中さんもですね、あのスマホアプリではい。やり取りしていたんですね。はい。で、はい。そして、彼は英語も喋るんです。ああ。英語をね、勉強できる。そして、うん。実は2022年、7月、3はい。月ですね、こちらに来るときも、地元の国立大学への入学も決まっていたんです。はい。で、あ地あ。元の方々に言わしても非常に頭が良いと、う賢ん。いというこなとも言ってるほど。いて、おそらく彼はですね、うん。今後、この相撲道を極めるにあたり、うん。日本のこの相撲文化を世界に知らしめるうん。親善大使の役割を示すんじゃないかなと、ああはあ。い、伝達式を見て思いました。なるほどね。将来的にもね。ただ、どうなんでしょうか。そのロシアの侵攻が始まって、その時に、
国外に出られるギリギリで出たということで、今回は優勝して、まあ、ウクライナ現地の人も喜んでいるだそうですけれども、あの、変な言い方で聞いて申し訳ないんですが、はい。裏切り者だというような、そういうような声はないんですか、全く。はい。これはですね、はい。どうやらそうした、記者会見か何かで、はい。勝利は親方になると。そううん。すると日本国籍を取らなきゃいけないとはい。いうことに関して、揶揄するような、どうやらネットの、表現もあったそうです。ああ、そうですか。うはい。ん。で、これはですね、今、ウクライナどうしても戦っておりますし、うん。青錦関は21歳ですから、はい。本来であれば国外に出れない。はい。そして、スポーツ選手というのは、ウクライナスポーツ省が決めたスポーツ、決めたはい。選手に関しては、特例があって、はい。兵役から外れるんですね。ああ、なるほどね。はい。はい。はい。そして、実は、これもなかなか日本には伝わっていない話なんですけども、はい。兵役忌避のためにですね、はい。かなり国外に逃げてる男性もいるんです。ああ、なるほど。ははい。い。はい。わざとそういうスポーツの方に入ってというような感じですかね。はい。もしくははい。それもあると思いますし、はい。もしくはもう本まあ、当に国境を越えてですね、なるほど。逃げ国境警るために。備隊におはい。金を払って逃げはい。る方もいます。うん。で、実はですね、今回、やはりウクライナですごいブームが起こっていまして、それが相撲ブーム、はい。青錦ブームなんです。はい。で、ああ。今回の11月場所が終盤に近づくにあたって、どうやら優勝争いをする。はい。そして大関になるかもしれない。というのはい。がどんどん伝わっていって、国営公共放送にですね、はい。青錦関が全国区になるようなニュースが出たんです。おー。でも、青錦関のことは、おそらく多くのウクライナ国民が知ることにもなりましたし、うん。そして相撲というものがどういう日本における立場なのか。はい。で、今、ウクライナ人の力士は2人いますよね。はい。獅子そうです。いまシードで。はすし、い。はい、それも伝わっておりますし、在東京ウクライナ大使館もコメントを出しました。はい。はい。で、私ね、今後ね、高市首相が、はい。青錦関に会うと思います。ああ、なるはい。ただほど。ね、はい。こうした政治的なものに関して、果たしてどうなのかっていうことは少し、ちょんちうん。ょんがつきますけども、はい。これはですね、ウクライナと日本を、固い絆で結べる、うん。もう、中心人物になると思いまうん。す。なるですほどね。ので、そうした親方になることに関しても、うん。そうした批判とか中傷というのは出なくなるんじゃないかなというふうにも思います。なるほどね。以前出ていただいたときにお聞きしたら、そのビーニッツァでの、青錦関の人気はって聞いたときに、日本における大谷選手のようなもんだというのを佐々木さんが言われたのを私は覚えてるんですけれども、だったら今回のその優勝と大関昇進によって、それがビーニッツァだけではなく全ウクライナに広がりそうな気配があると、そんな感じそうですね。で、捉えたらいいわけですね。はい。ビンニッツァの誇りだったものがウクライナの誇りになると。うん、そして、なるほど。おそらくです。これ、ウクライナの方からですね、はい。ウクライナ政府が青錦関を表彰すると思います。ああ、はい、こうした戦火の中の暗いニュースしかない中で、スはい、ポーツで栄誉を成し遂げた、はい。選手に関しては、ウクライナ政府は割と早い段階で栄誉うん。を与えます。まあ、日本で言えば国民栄誉賞のようなはい。形でですね。はい。これはですね、実はい、はすでにウクライナの制度がありましてね、はい。マエストロという、スポーツマエストロあっていうあ、はい、はい、はい。のがあるんですよ。はい、で、例えば世界大会で銅メダル以上だったかな、だはい、ったりとか、クラブで優秀な成績を収めた、はい。選手には、ウクライナ政府がそうした称号を与えるという制度がありまなるほす。ど。はい。あの、なので、割と早くやると思いますよ。そうですか。以前ですね、あれは、高見山関、古い話になりますが、アメリカでハワイから、初めてアメリカの力士が、育った時に、その時に、高見山関が優勝した時には、すぐに、優勝の表彰の時にですね、確かアメリカの大統領のコメントが入ったもんで、
ウクライナの、ゼレンスキー大統領のコメントはいつなのかななんて私、ちょっと自分のブログに書いたりしたら、なかなか出てこなくって、なんで言わないのかななんて思っていたんですが、やっぱり戦争で忙しいということなんですかね、今は。はい。これはね、今28項目のですね、和はい。平案について、停戦案について、はい。大統領は今、ホワイトハウスに行く可能性もありますし、はい。やはり今、ロシアとの間で折り合えないポイントをどうするか。ゼレンスキーなるほど。大統領、今回、この28の停戦、案に関して言います、停戦項目に関して言いはい。ますと、これまでとはちょっと違うんですね。うん。ゼレンスキー大統領の言い方としても、これは飲まなければ、うん。もし飲まないということになるうん。と、ウクライナのパートナー国を失うかもしれないうん。はい。ということも、口に出しているんです。そうですね。うですん。から、これは、これまでのゼレンスキー大統領の姿勢と違うなということも感じましたし、一方で、ロシアもですね、やはり今後これ続けていきますと、ロシアにおける国内の戦後復興というのは遅れていくんですね。どんあどんどんどん遅あ。れていきます。はいはい。はい。そうすると、なるべく早く終わらすことが先決であると。うん。そして、今、まだ疲弊度で言えば、ロシアはまだ疲弊度はないんです。それほどはい。ないんですけども、まあ、ありますよ。ありますけど、とはいはい。いうことではないんですが、プーチン大統領のその腹積もりでどこまでやるのかっていうことも、うん。この、12月初旬ぐらいまでの中で見るべき項目だと思いますね。なるほどね。その、政治的といいますか、戦争と平和の話は、まだ次回にもうちょっとはい。少し詳しく聞きたいと思うんですが、先ほど青西議関の親方まで行って、日本とウクライナの間の、要するに素晴らしいその架け橋になるというような話が出ましたが、その一つ前に横綱というものもあると思うんですが、これはどうなんでしょう。横綱には、まあ、なるでしょうね。今の強さでは。はい。これはですね、私、ね相撲記者ではないんですけども、ね豊昇龍に4連勝いたしましたね。そうですよね。でその本割と優勝決はい。定戦合わせれば4連勝ですよね。なんとなく大野里さんも、あの得意としている力士じゃないような気がいたします。大野里さんには、負けましたけれどもね、はい。11月場所では。ただし、ギリギリでしたよね。今までのように押し込まれてバーンと負けるんじゃなくて、もうギリギリ、もう一度これ取り直ししてもいいんじゃないかというような、出方だったんですけれども。これはなかなかやっぱりそういうのを考えると、もうそろそろ横綱という声がかかってもおかしくないと。はい。ただでうんすね、これは、やはり私、元、運動部の記者でしたので言わざるを得ないのは、ええ。安治川部屋がですね、幕内が、援護射撃があまりないことが、うん、今のと大きなころ。ポイントだとええ。思います。ほぼなるほどね。総当たり、つまり今の大関になりますと上位、15番すべて取らなきゃいけないと。はい。それはですね、やはり、取りこぼしというか、なるほど。でもありますし、怪我はい。ももしかしたらあるかもしれない。うん。これがね、一番、青錦関の相撲を見るときに、少し気になりますね。なるほどね。まあ、これから先、本人もまだ上があるので、上を目指すということを明言されましたし、それからその将来ということで、今日は佐々木さんに、その親方になった後の日本とウクライナの架け橋に、最もふさわしい人であるというような、要するに語学の、天才でもあるということも含めてですね、素晴らしいお話を聞かせていただきましたけど、次回ではちょっと政治的な話、突っ込んで聞きたいと思いますんで、もう一度出てください。よろしくお願いします。いいですはい、ありがか？とうございます。はい。それでは今日はこれで失礼します。はい、皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムは、今週のテーマ、青錦の初優勝大関昇進からウクライナ紛争と平和を考えるのエピソード2、青錦の快挙とウクライナ紛争の着地点を考えるです。引き続き佐々木さんと共にお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。